どうも、首輪です。休止中にガレージの DIY や工事を行い、とうとう理想のガレージが完成しました。 YouTube の動画作りの拠点になりますので、かなりこだわりました。3つのエリアに分けています。まずはここ、そのまま車を入れれるゾーンになります。ここで車のメンテや DIY を行います。次はこちら、車中泊のアイテムやキャンピングカーのアイテム、撮影機材のコーナーです。ここが DIY のコーナーです。こだわった箇所は一つずつ後でお伝えします。かかった費用の詳細もお伝えします。将来的にこういったガレージ作ろうと思っている方の参考になれば嬉しいです。まずは外観ですが、鉄骨ガレージの2階建てになります。このガレージがあったからここに富山県に移住を決めました。こちら家購入した時についてきた中古のガレージなんですけど、外壁も茶色でそんなに汚れてなくて古さはあんまり感じません。築13年ぐらいです。もともと農家の方が住んでいたようで、移住したての頃はお米などが床に落ちていました。この大きさは自分が住んでいた大阪や奈良では考えられません。このガレージの横幅はこっから端からここまで約 11.5 メートルあります。そしてこの奥行きですね、こっから奥までは約 6.2 メートルあります。これをもし今新築で建てようと思うと、もうえらい金額になると思います。大きいガレージ欲しい方、田舎の元農家の方の戸建てが狙い目ですよ。ここが2台分のシャッターがあって、でこっち側は1台分のシャッターです。両方とも電動です。やっぱり電動はね、もうめちゃくちゃいいです。前のガレージは手動だったんですけど、やっぱ音がうるさいんですよね。電動はかなり静かです。こんな感じです。すぐ横には1台用の小さめのカーポートもありました。ガレージ前には水道蛇口2つ、これで農機具を洗ってたんでしょうね。で外部コンセントが1つ、これは今回工事で付けました。ここでキャンピングカーの充電や洗車時に高圧洗浄機など使います。でここに何個か3つですかね、照明があるんですけど、これは工事で付けてもらいました。富山県の夜はもう真っ暗なんですよね。街灯も周り全然ありません。この照明をつけて夜でも洗車ができるようになりました。これがガレージの照明で、これが外部の街灯の照明になります。これスイッチボットつけてスマホで遠隔操作できるようにしています。ここのスイッチボットを押すとこんな感じでオンオフできます。入り口はシャッター以外に横にも扉がありました。で入ってすぐ扉あるんですけど、これは今回の工事で付けてもらいました。エアコンがしっかり効くようにここに壁と扉をつけました。ですぐ横階段があって2階に上がっていきます。でこちらはもう物置倉庫として利用しています。はい、じゃあ中を紹介します。中なんですけど、最初は鉄板がむき出しの状態でした。普通のガレージですね。こちらが最初の状態です。ここにテーブルや工具を置いていました。まず最初に作ったのがこのガレージ内にトイレ作ってもらいました。ガレージ内にトイレ設置することはこだわりポイントで、自分の理想のガレージには欠かせないものでした。トイレ作った場所なんですけど、最初はこんな感じで小さい小屋みたいなのがあって、ここに農作業の工具ですかね、置いてるような形跡がありました。ここを撤去してトイレスペースにしてもらいました。撤去したての時はこんな感じです。ここから木材で作っていくんですけど、工事してるところ少し見させてもらったんですけど、すごい感動しました。大工さんが設計図も何もなく自分の頭の中にあるんでしょうね。その場で作っていくんですね。少し DIY をかじっているものからすると本当神レベルです。壁は安いということで OSB 合板、こちら使いました。すごい雰囲気良くなりました。そして最後にトイレを設置していただき完成です。実際のトイレがこちらです。こんな感じでまあまあ広めのトイレになってます。で上には換気扇もつけていただきました。でここはちょっと段になってますんで、もうスリッパ用意して土金にしました。でここちょっとこだわりました。この照明なんですけど、マリンランプ自分でつけました。こっち側もですね、ここについてます。この配線も自分でやったんで、ちょっと配線カバーつけたんですけどむき出しになってます。電源はこのトイレの横にコンセントありましたんで、ここから取っています。はい、ちょっと切り替えます。こんな感じで断熱色の電球入れましたんで、かなり雰囲気あるトイレに変わりました。自分のガレージにトイレつけるの夢だったんで本当に嬉しいです。でこのトイレにかかった費用なんですけど、だいたい100万ぐらいだったと思います。最後にしっかり調べて金額もお伝えします。トイレ出てすぐのところにお手洗い作ってもらいました。ここ水道が来ています。で下水工事もしてもらったんで、それも込みの値段です。この壁なんですけど、最初
断熱するつもりはありませんでした。今年トイレだけつけた状態で過ごしてみて、無理そうだったら来年断熱しようと思っていました。今年の夏になってから1週間過ごしてみました。で、このガレージのシャッターですね、開けた全開にした状態で暑かったです。空調服なども着て過ごしましたが、これ熱中症になるなと思いました。なのでもうすぐに断熱しようと決意が固まりました。最初 DIY でやろうと思って YouTube もいろいろ見て研究していました。できないことはないがかなり時間かかりそうな印象でした。あと DIY でやる場合なんですけど、エアコンとの兼ね合いがあって配線方法や周辺の断熱などかなり難易度が上がると思いました。なのでもうプロにお願いしました。結果的に頼んで大満足でした。お金はかかるけどその時間別の撮影などできたのでこれで良かったなと思いました。これが施工している時の映像です。断熱材はイゾベールスタンダード住宅用の防湿層付き高性能グラスウールです。壁はトイレと同じ OSB 合板を使用します。こちらが壁の下地材です。一本一本現場で長さ調整してガレージの鉄板にビス止めしていきます。断熱工事の初日だけ大工さんが3人ぐらい多めに来ていました。で一気にバーッとやったんでもうすぐに壁が完成しました。そしてこれシャッター横の小さな隙間なんですけど、ここにも断熱材を入れてくれます。あとは壁の下の方ですね、この小さなスペースも断熱材を入れていただいてます。この辺はすごい嬉しいですね。そして入り口トイレ側ですね、ここも壁を作って断熱材と扉を作っていただきました。隙間がなくなり冷房効率が上がります。これが OSB 合板も取り付けた状態です。別日に天井の断熱とエアコンを取り付けていただきました。エアコンはこちらの業務用タイプです。天井の下地材をつける前にエアコンを取り付け配線も済ましておりました。この辺は大工さんと電気屋さんの連携がやっぱりすごかったですね。プロという感じでした。そしてこちらが天井の下地材木が組み込まれました。天井にも同じグラスウール断熱材を隅々まで隙間なく埋めていただきました。はい、これが天井完成した状態です。この上の天井の板なんですけど、最初 OSB 合板でしようと思ってましたが、大工さんの提案でこのリプトーンという材質、これよく学校とかで見ますよね。この材質になりました。これなんか1枚ずつパネルになっていて取り外し可能なんで、あと DIY や照明増やすときすごい便利だそうです。この壁断熱と天井断熱エアコンの施工期間なんですけど、結構早くやってくれて2週間ぐらいで完成しました。大工さんや電気屋さんが空いてる隙間時間を見つけてちょくちょくやっていただきました。この断熱とエアコンにかかった金額はまた後で細かくお伝えします。こだわりポイントなんですけど、まずはエアコンですね。これ 200V エアコンにしてもらいました。やっぱり空間が広いのと断熱して気密性を高めてもこのシャッターからの熱は絶対入ってくるんで、かなり強力なエアコンにしてもらいました。次こだわったのがこの照明ですね。当初これ3本しかついてなかったんですけど、蛍光灯6箇所追加してかなり明るくしました。窓からの光もあるんですけど、やっぱり3本だったら暗かったです。合計今9本ですね。これにしてだいぶ明るくなりました。これはやってよかったですね。あとコンセントの数も少なかったんで、こういったところにも増やしていただきました。もう一つこの断熱でこだわったことがあります。これは自分で DIY でしたんですけど、この木と木の間の下の隙間やこういったシャッターと壁の間ですね、ここ隙間がちょっと空いてましたんで、コーキングしてもう気密性を極限まで高めました。というのもですね、この断熱にした理由の中に虫問題があります。周辺が畑ということもあってあまり街灯がないんですよね。で、夜中作業していると虫がすごい寄ってきて、このガレージの隙間からよく入ってきていました。これ外なんですけど、こういったところですね、ここも自分でコーキングしました。ちょっと隙間空いてるんですね。こういったところかなり出来は汚いんですけど、これで虫の侵入が防げました。これ内側の断熱がされてない元の状態なんですけど、こういったところ意外と下とか隙間空いてるんですね。これは実際に使ってみないとわからないことでした。これで夜も虫が出ない状態で快適に作業ができるようになりました。そしてこの 200V エアコンと壁断熱の効果なんですけど、かなりあります。こちら今太陽が当たってる方面なんですけど、この温度で見ると27度です。これ断熱しない状態だったら45度とか50度近くなります。今日外気温32度です。で、今エアコン設定は 25.5 度にしています。で、この室内の温度計が 25.9 度、すごい快適です。先日すごい暑い時、多分37度とか行った時なんですけど、エアコン全開にすればしっかり冷えてくれました。この断熱材がない状態でしたら、だいたい外気温が37度とかなってくると、中はもう45度とか
もう壁中にヒーターがついているような状態になります。この断熱材つけてからエアコンつけてない状態でも30度とか31度ぐらいに収まりました。やっぱりこの断熱材の効果ってすごいですね。本当に家みたいです。この階段下ですね、ここも収納として使えるようにこんな感じに施工してくれました。ありがとうございます。ここは冬用タイヤ入れてます。もう一つこだわりポイントがあるんですけど、ここポータブルバッテリーとか置いています。この奥の壁ですね、ここに外部とつながる穴を開けてもらい、このカバーしてもらいました。防水カバーです。これ外側なんですけど、こんな感じでソーラーパネルのケーブルを外からガレージ内につながるようにしています。でこういったなんか初めて見るような形状のボックスですね。こういうのってやっぱりなかなか素人はわからないので、型番とかもわからないですよね。こんな感じで簡単に外せるようになってます。でしかも気密性もあって防水性能もあります。やっぱりこういうのはプロに頼んだ方がいいなと思いました。ソーラーパネルは庭に設置しています。こんな感じでアルミの台座に角度をつけて設置します。で台風でも飛ばないようにこんな感じでもう売っています。金具をこれを10箇所ぐらい売っています。で現在ソーラーパネルは1、2、3、4つあるんですけど、そのうち2つを今ガレージに引き込んでいます。このエコフローのソーラーパネルの詳細をお伝えしていきます。これ1枚で定格出力 400W です。超大容量です。最大電圧は 31V、 最大電流は 12.9A、 重量は 21.8kg。 この1枚あたりのサイズなんですけど、このまず横幅こちらですね、これが 1134mm で、こっち側の縦ですね、これが 1722mm です。そして防水仕様で最大10年間の保証付きです。今回紹介したアイテムなどは概要欄にリンク貼っておきます。でソーラーパネル2枚 800W から今入力しています。で現在ですね、曇りなんですけど約 190W 発電されています。さすが合計 800W のソーラーパネルですね。曇りでも 200W 近く発電されています。これ晴れの日だったら 650W ぐらいは発電されます。今現在ですね、このダブソンのポータブルバッテリー、これソーラーパネル入力していて、これ AC コンセント挿しています。でこれがこんな感じでずっとはわしていって、ここのコンセントでつないでいます。ここは電子レンジや冷蔵庫、ケトルなどを置いています。あとはパソコンなどの充電ですね。この電源タップは壁コンセントから来ています。なのでこのポータブルバッテリーに今挿しているこのコンセントをこっち側に差し替えれば、この冷蔵庫やパソコンなどは普通に壁コンセントから電源が取れます。ダブソンのポータブルバッテリーの詳細スペックもお伝えしておきます。型番がダブソン DBS3500 です。容量が 3430Wh、 定格出力は 3000W。容量かなりあるんですけど、重量もまあまああります。重さは 40.7kg。 こんな感じでもうガレージでずっと置いてるんで重さは関係ありません。で何よりもですね、このポータブルバッテリーの特徴がバッテリーの種類が安全性が今までより高い半固体リン酸鉄リチウムです。市場で出回っているリン酸鉄より燃えにくい素材でより安全性が高いポータブルバッテリーです。あともう一つ面白い機能が、これもう一つ2台並列接続させるんですけど、挿すとなんと 200V も使えます。これで実際に 200V エアコンを使用して家で実験した動画があります。こちらサブチャンで公開しましたので、こちらもリンク貼っておきます。はい、これでトイレ 200V エアコン断熱が完了しました。あとは自分で DIY で設置していきました。まずはこちらの車着コーナーですね。自分は3つの車で車着しますんで、かなり車着アイテムが多くなります。こちらも荷物を置いてます。自分の車以外にもメーカーさんからキャンピングカーをお借りしてレビュー車着の動画も作れますんで、そちらの機材もあります。いわば4台分の車着のアイテムや撮影機材がありますんで、かなりアイテムが多いです。もうこんな感じでお店買ってぐらい在庫を置いてます。でこの車中泊アイテムの前にテーブルと椅子を置いてパソコンできるようにしています。ここで車中飯のレシピ考えたり、車中泊スポットを探したりしています。で撮影終わりにもう車ここに入れて、そのまま機材を置いて編集データもここで入れています。でこのたくさんのアイテムの収納方法なんですけど、これ何か分かりますかね。これカラーボックスなんです。こんな感じでカラーボックスの一つのボックスの中にこんな仕切り板売ってました。これで仕切って収納スペースを増やしています。こんな感じで壁の側面にこういった溝ができて、この板をはめるようになっています。このナチュラル色のカラーボックスに揃えました。でアイリス大山さんがこのカラーボックスたくさん出してましたんで、これで全部揃えました。でこのオプションの板や
横の溝とかもアイリスオーヤマさんのオプションです。使用した板なんですけど、1枚470円ぐらいでした。そして横に溝ができるこのレールボードっていうんですかね、こちらは500円ちょっとでした。そんなに一個一個値段高くないんですけど、これ揃えるとかなり金額しましたんで、もう最終はこんな感じで自分でも板切りました。あとこれ Amazon で売っていたこのシールタイプのこの L 字のフックっていうんですかね、これをこの内側にこんな感じで貼ってこのボードを支えています。これでデッドスペースなく全部物を収納できます。こういった感じで四角のボックスの棚って売ってるんですけど、結構高いんですよね。なのでカラーボックスをこんな感じで利用しました。で、地震用にまず上に突っ張り棒ですね、何本か入れています。そして左右の連結なんですけど、こういった強化シールっていうんですかね、こういったものが売っていました。これも Amazon で買ったんですけど、こういった家具を連結する用のシートです。これでがっちり固定されています。特殊強化系糸を採用と書いています。で、結構ね、強めにこうやって揺らしても全然ビクともしないんで、ある程度の自信は耐えれると思います。で、アイテムなんですけど、この縦のラインでジャンルを分けています。ここはもう家電って感じですね。車中飯で使うフライパンやトースター、鍋とかあります。で、次はこういったお皿とかクッカー類ですね、入れています。で、防臭袋ももうこんだけたくさん用意しています。ウエットティッシュやキッチンペーパー、サランラップやアルミホイルでクッキングシートですね。で、一番端はガジェット系、カメラなど置いています。で、この横ですぐに充電できるようにしています。これカウンターです。自分よく腕時計みたいなのつけてるんですけど、これでこんな感じで押してこの数字が上がっていくんですけど、これでカット数とかだいたい何カット取ったかなとか、そんな感じのメモ代わりに使っています。で、その上、こちらがアクションカメラですね。僕結構十何個使っています。車によって違うんですけど、インディ727や小さい車だったらそんなに使わないんですけど、ジルなどキャブコンだと本当にもう十何台使えます。で、ここはもう今使ってないんですけど、この最初 GoPro Hero 4ですね。これで YouTube 始めました。これでロードスターで車載映像とかバイクの車載映像などを撮っていました。ほとんど GoPro がメインですね。で、DJI のアクション4も1台あります。で、これはインスタ360ですね。このちっちゃいカメラ。こちらも車載映像などこちらで撮っています。で、これはスマートフォンですね。iPhone。これカメラ用で用意しています。これと別に、あとこの今まさに使っているカメラも iPhone で撮っています。で、こちら側はキャンピングカー系のパーツなど入れてます。こんな感じですね。で、ここでこだわったポイントが一つあります。自分この夢のガレージ、自分の理想のガレージを作るときに100円ショップのようなお店のような作りにしようと思ってました。こんな感じでベルトコーナーやゴムマットコーナー、あと突っ張り棒のパーツとかですね。で、よく使う結束バンドはこれ室内用のちっちゃい結束バンドです。こことで室内用の大きい結束バンドで、野外用天候雨でもいけるような結束バンド、ショート、大、こんな感じでもう100円ショップのようなお店のような在庫を常に置いています。特によく使うこういった結束バンドやテープですね、ビニールテープや普通のテープで両面テープみたいな感じでもうジャンルを分けて大量に置いています。こうすることにより気軽に DIY できて、なんか足りないってなった時にすぐに買いに行かずに、もうここであるもんですぐに作れます。なのでこういった在庫の数はこだわりました。次、この DIY コーナーなんですけど、ここがメインの作業台なんですけど、こんな感じでスタイルフォームを引いて切断など丸残でしています。で、このテーブルなんですけど、前の家で使った L 字のテーブル、これ1個でここ1個と向き合わせて使っています。そうするとこんな感じで出っ張りができて、こういろんな方向から作業できるので、かなり広くてやりやすい作業台です。この一番左の長いテーブル、これ2メートルあるんですけど、これだけ IKEA で買いました。で、こっち側にも一応作業スペースあるんですけど、これはもうカラーボックスの上にこの板っていうんですかね、これホームセンターで売ってるやつ、そのまま乗せただけです。作業スペース何箇所かありますんで、この切断とか測ったりとか、いちいち物を片付けずにそのまま回っていってできるんで、かなり作業効率は上がりました。この作業テーブルの下、ここにもカラーボックス2段ですね、2段収納にして間の仕切り入れて収納を増やしています。この後ろの収納はキャンピングカー関連の電気系統の収納になってます。次、この壁掛けの工具なんですけど、この OSB ボードなんでかなり DIY はやりやすかったです。
断熱加工していただいた大工さんにこの余った OSB の端材を置いていってもらいました。でそれをカットしてこんな感じで壁に荷物が収納できるようにしています。この辺はネジ類まとめています。でその横なんですけど、これマグネットツールホルダーです。こんなマグネットついてますんで、何でもこんな感じでつけていけます。やっぱりこういった道具ってどこに置いたか忘れちゃうんで、こんな感じで見える収納にして本当に良かったなと思いました。こっち側は工具類ですね。このドライバーの壁掛けもすごい簡単にもうネジを打って、あとこの板下置いてこんな感じで支えてます。でこれドリルビットなどなんですけど、こんな感じで自分で木に穴開けて収納しています。はい、でこの定規の収納方法なんですけど、これこんな感じですぐ取れます。ですぐまたつけれます。ここ壁にこれネジなんですけど、これマグネットになっています。こういった部品なんですけど、これも Amazon で買いました。これ自体がもうマグネットになっていて、でビスで壁に留めれば鉄のものは何でもくっつきます。これはかなりおすすめな収納です。またこちらの方のリンクも概要欄に貼っておきます。壁は OSB ボードなんで水止めどこでもできますんで、収納の改善などはその都度やっていこうと思います。はい、でここでこの DIY コーナーのこだわりポイントがあります。それはこのハンディクリーナーですね。これなんと3つもあります。すぐ取れる場所にこのマキタのハンディクリーナー2種類、これ本体は同じなんですけど、ノズルだけ変えています。もう1個はこれ廃校機の 36V、 結構強力な掃除機を使っています。これは下に落ちた木の破片などを捨てます。でこれなぜ同じの2個あるかって言いますと、このノズルの付け替えが結構これ硬かったりとかして、で軽くは刺さるだけだったら隙間こんな感じで開いてたりするんで、もう2個用意しました。というのも頻繁に木くず出たら吸うようにしています。こういった端などはこの先端ノズル細いのが合うんですけど、やっぱりこういった広い台などを掃除するときはこの先端が細いノズルだったらかなり効率が悪いんで、この広いやつを使っています。やっぱり同じ空間に DIY や車中泊のクッカーなど、このホコリとか木くずがかぶったら嫌なものが結構ありますんで、もう木くずに関してはかなり神経を使ってきれいに取っています。なので頻繁に付け替えるこのノズルをもう2個用意しています。そして一応丸ノコ使うときはこのクリーナーですね。このパイプから木くずが入ってあっこに溜まるようになってます。でも結構やっぱ飛び散るんですよね。でマキタのこのクリーナーのこのノズル、これ結構良かったですね。これキャンピングカーのソファーとかにすごいです。撮影終わって帰ってきてからこのノズルに付け替えてソファーの掃除などをしています。はい、最後ここ車コーナーそのまま入ってきて、ここで準備や DIY します。ここはもう本当に車にすぐ乗せるものだけ収納しています。こういった冬用のやつですね。スノーブラシやチェーンや冬用手袋など置いています。でワイパーもありますね。でこれは内装剥がしなどですね。でこちらがキャンプ用品や、これはガスボンベや LP ガス置いています。でこのラックのすぐ横にこれ洗車で使うこういったクロスとかですね置いてます。で気づいたらなんかこの洗車用のクロスもこんなにも持っていました。なんでこんなに増えるんですかね。で反対のこちらシャッター側にタイヤ交換用のアイテム入れています。でそのすぐ横は洗車コーナーですね。ここケルヒャ高圧洗浄機やスポンジ、そしてこういったカーシャンプーですね。これはキャンピングカー専用のカーシャンプーです。で最近使ってすごい良かったのが、この電動で泡を作って車にかけてくれるこの装置っていうんですかね、こういったアイテムです。カーシャンプー入れて水入れて、あとはもうこれウィーンって押したらバッテリー内蔵なんで、この泡がビャーってずっと永遠に出てくれます。これがなくなるまで。これは使ってかなり便利でした。こういった水道ホースに直接つないで泡が出る、ここに洗剤入れて出すタイプもあるんですけど、これだったらやっぱりその水道を毎回付け替えて長崎やらないとダメなんで、やっぱ別の方が便利だと思いました。これは結構おすすめですね。で洗車コーナーのその上のタンはこれキャンピングカー関連です。これはピューラックス生活用水タンクなどを除菌殺菌してくれます。でこれオダーロスは自分がよく使っているカセットトイレの薬剤になります。これ全く匂いもしないのでかなりおすすめです。でここにこういった瓶に薬剤入れるのを測って入れています。でこれはキャンピングカーと関係ないんですけど、ラウンドアップ、この除草ですね、草を枯らしてくれるやつです。これが一番効きます。でその上は水道関連ですね。排水パイプなどキャンピングカーの排水をこれつけて流したりします。でここの車庫のスペースなんですけど、この入ってきてから奥行きは
6.2 メーターあります。で、高さが約2メーター20ですね。やっぱりここで撮影の準備してもうそのまま車の中積んでいけるんで、雨の日とかもすごい楽ですし、エアコン断熱ついてから夏場の昼間も作業できるようになったんで、かなり撮影はしやすくなりました。お金をかけた甲斐がありました。それではいよいよ費用を公開します。まずはこのトイレの費用からいきます。トイレとあと下水ですね。で、あと手洗いの工事、中の配線、照明すべて込みで118万円です。仕上がりはかなり綺麗なんで、このトイレは満足しています。あとは排水、下水、パイプ通すときにですね、外のカーポートの下、コンクリートを一度破壊して、そして修復っていう工事もあったんで、118万円という感じになりました。さあ次は200ボルトエアコンと壁断熱ですね。これが全てで209万円でした。この200ボルトエアコン入れるんで、この分電盤などの工事も含まれています。あとは北陸電力への申請費なども入っています。このエアコンにかかる費用はだいたい60万円ぐらいでした。やっぱり壁の断熱材の費用ですね。こういったものや木の費用が結構かかってます。で、車3台が止めれる駐車場なんで、かなりスペースはあるんで、材料たくさん使ったようです。今回300万円以上かかって痛い出費ではありますが、大工さんが空きの時間来てくれて隙間にやってくれたり、電気屋さんもいろんな要望を聞いてくれたりと満足のできる内容でした。何よりこの空間しっかり冷房効いてますんで大満足です。先行投資といった感じで、これからここでたくさん面白い動画作ったり DIY したりと動画制作の拠点にしていきたいと思います。最後にこの夢のガレージ、断熱エアコントイレ仕様にして使ってみて分かったデメリットメリットをお伝えします。まず1つ目なんですけど、このシャッターですね。ここは断熱ができません。やっぱりこれ可動部なんで、もう断熱材貼ることできません。だから断熱スプレーとかあるみたいなんで、そういうのだったらいけるかもしれません。ただ現状今このままで使ってみて思うんですけど、やっぱり結構熱くなります。このシャッターある方が東向きで朝日が昇ってくるんで、午前中日が当たるんですけど、午前中触るともうカンカンに熱いです。温度計で1回測ってみると45度ぐらいありました。で、この断熱されてるところを測ると30度ぐらいでした。で、こっちが東側で朝日が昇って、ずっと午前中は光こっちシャッター当たってます。で、お昼になると真上になりますんで、この熱はここ熱くなりません。で、2階が熱くなる感じですね。で、最後西日、こっち側は断熱しっかりされてるんで、全然西日当たっても熱くなりません。なのでこのシャッターに太陽光が当たっている午前中だけエアコンの効きがやっぱり少し悪くなっています。なんかいい方法ないかなと模索していまして、で、一応このカーテンレール上につけておいてもらいました。このシャッターのすぐ横ですね。で、こっち側の大きいシャッターのすぐ横にもカーテンレールつけてもらいました。で、これでビニールカーテンか結構遮光性、断熱性のあるカーテンをつければ熱が遮断されるかなと思ってます。この辺はちょっとやってみないと分からないですね。でもやっぱり端までしてもちょっと隙間とか空いちゃうと思いますんで、熱は入ってくると思います。やっぱり根本的に表側ですね、影になるような仕組みをなんか考えた方がいいかなと思いました。この辺はいろいろやりながら試行錯誤しながらエアコンが効率よく効くシステムを探していきます。で、この 200V エアコンかなり効いていいんですけど、ちょっと予想外だったのが 200V で 30A でした。家のエアコンは 200V 壁かけるやつね、この壁にかけるやつ、それは 20A でした。こっち側は 30A と大電流が流れます。で、これが結構誤算でした。 30A というのがこのポータブルバッテリーでは使えないんですね。このダボソンのポータブルバッテリー2台並列接続すると 200V の 20A まで電気を流すことができます。このポータブルバッテリーで 200V エアコンを使えば電気代ぐっと下がると思っていたんで、ここは誤算でした。この壁に穴開けてソーラーパネルから電気を引っ張ってきているのもこのエアコンをオフグリッドで使うためでした。これ 200V のコンセントなんですけど 100V とちょっと違います。この 100V はこんな感じで縦に穴が開いてるんですけど、 200V は横に穴が開いてます。これ家庭用の 200V 用コンセントで 15A、20A 対応しています。 30A はダメなんですね。電気屋さんにアドバイスもらったら、この 30A の形状っていうのはもっと違う形状らしいです。普通の家庭用の 200V コンセントのプラグでは使えないようです。しかもこの業務用 200V のエアコンなんですけど、コンセントが本体についていなくて外に室外機あるんですけど、そこから動力の方につながっているそうです。なので簡単にコンセントを抜いて差し替えるというそんな感じではないようです。まずは 200V30A ですね。それが使えるポータブルバッテリーが必要になってきます。すぐには見つからなさそうなんで、しばらくソーラーパネルはこういった家電だけ使っておきます。次のデメリットは
この高さが車高ですね、220センチなんで、キャブコンなど大きいキャンピングカーは入りません。これは今回の工事とは関係なく、もう元からのデメリットなんですけど、このガレージについてということで入れさせていただきました。軽自動車か普通車でもタウン S クラスのバンですね、そこまでは入ると思います。ハイエースも一番ちっちゃいモデルだったら入るんですけど、一番高いモデルは 2m28cm ぐらいありますんで、ギリギリ入りません。やっぱりここにキャブコン入れてメンテしたかったですね。でもそれはすごい残念です。でここの間口を上げる工事とかも見積もりしてもらったんですけど、どうしても高さ制限が上に太い鉄骨が入ってるみたいなんで、それはカットできないそうなんで、あまり上げれませんでした。ただシャッター上げればそこにはそのままキャブコン止めれますんで、すぐ横で準備することができます。ただ夜だと夏場はこのシャッター上げると光に虫寄ってきますんで、あまり開けたくないんですよね。この辺は悩ましいです。で次のデメリットもこの断熱工事に関係なく元からのデメリットなんですけど、これ実はですね、傾斜があります。こっち側が少し高くてこっち側が低いんで、例えばこの中で水とかビャーって撒いても外に流れるようになっています。普通の使い方だったらこれでいいんですけど、自分はこんな感じでテーブルなど置いて平行の状態で作業したいんで、ちょっと足の調整が大変なんですね。こっち側が低いんで何かかまさないといけません。その傾斜の弊害として、このドアの隙間開いちゃいました。向こう断熱されてない空間なんですけど、こんな感じで結構隙間が開いちゃってます。でこっちの方が低いんで隙間がかなり大きくなってます。でこれドア全部開けた状態なんですけど、ここだと結構ギリギリなんですよね。でこっちがドアを閉めると傾斜があるんで、かなり隙間が空いてしまいます。昼間暑い時はできるだけ冷房を外に逃したくないんで、この辺をまた何か考えないとダメですね。次この工事してよかったメリットなんですけど、もう冷房効くで虫が入らなくなったのはもう当たり前で一番良かったことで、意外なことがこのすごい静かになりました。前は結構雨の音も聞こえてたんですけど、外の車通った時の騒音音も結構聞こえてたんですけど、かなり静かになりました。はい、以上が今回のガレージで感じたデメリットメリットなんですけど、将来ですね、ちょっとやりたいことがあります。やっぱりキャブコン大きいキャンピングカーをこのガレージ内に入れたいです。そのメンテナンス性や準備などもあるんですけど、雨風にさらされないのであまり汚れないのもメリットだと思います。キャンピングカーは白の部分が多いので雨の筋がすごい見えるんですよね。なのでこのガレージの横のスペース空きがありますんで、そこにキャブコン入るガレージをもう1個建てれたら建てて、でここですね、この辺をなんかぶち抜いてもらって通路で通れるようにしたいと思います。そうすればキャブコンもガレージ内に入って雨風しのげて、そこでもメンテもできるし DIY も外に出ずにできます。そしてこのスペースでいろいろできますんで、ここでもキャンピングカー自体も作ってみたいですね。今まではキャンピングカーのベッドや快適化できる小さい小物が多かったんですけど、もうキャンピングカー自体内装全部作ってみたいとか、そんなこともしてみたいです。この空間なら可能だと思います。そしてこんな感じで冷蔵庫とかもありますんで、キッチンを設営したり、あとはもう寝れるベッドスペースですね、そういうのも作ってみたいです。もうそうなればここで生活できます。そんな動画も作ってみたいと思います。最後に念願の自分のガレージでビール飲みたいと思います。まだここでは一本も飲んでません。今から初めて一本飲みます。絶対美味しいですよね。もうこの時を楽しみに DIY していました。いただきます。いや、めちゃくちゃ冷えてます。やっぱり自分の理想のガレージでのビールは格別です。もう体に染みます。次は車中泊動画の配信になると思うんですけど、またこういった感じで大きな DIY とか改良を加えたら、こういったガレージ紹介や家の紹介動画も作りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。